石造りの街に刻まれたルネサンスの記憶。芸術と権力、信仰と知が交差した都市、フィレンツェ。ミケランジェロやボッティッチェリが生きたこの街は、今もなおその記憶が街に刻まれています。ハロー皆さん、今日はイタリアのフィレンツェに行きました。フィレンツェへようこそ。ローマを出発し、フィレンツェへのドライブを楽しんでいると、すごい、机乗ってんじゃん。新しいな。車窓からの景色も楽しみの一つですが、こういう面白さもロードトリップの醍醐味です。到着。ラッキーなことに広場に面したアパートに滞在することができました。旅行の直前に予約したので本当にラッキー。とっさに床で丸くなっていますが、丸見え。日々可愛らしい夫、マークさんです。アルノ川に架かるフィレンツェ最古の橋、ベッキオ橋。現存する姿は14世紀の再建によるもので、第二次世界大戦でも破壊を免れた希少な橋です。橋の上部に設けられた通路は、メディチ家が私的に利用していたとされるバザーリの回廊。現在は事前予約プラスウフィス美術館のチケットとのセットで中に入ることが可能だそうです。すっごい綺麗じゃない？自然の鏡。いい感じ。いいね、なんか落ち着く。ね。でも、まだもう時間ないよ。はいはい。行きましょうか。旧市街から徒歩で約2、30分のミケランジェロ広場。フィレンツェ市街を一望できる代表的な展望スポットです。あれも大聖堂だよね。ああ、そうだよ。でもドイツの大聖堂とは全然違う形だね、屋根が。ああ、まあね。ドイツのはゴシック様式でしょ、ほとんど。かな。で、ここのはあれはルネサンス様式だね。そうだよ。大聖堂には翌日訪れます。本日は大人な夜の時間ということで、久しぶりのワイン。美味しいオリーブオイルも。ベネツィアで食べたカルボナーラよりもクリーミーですが、ここのも美味しすぎてとろけてしまいました。美味しいカルボナーラほど黄色みが強いのかななんて思ったりしたのですが、どうなんでしょう。こちらはパッパルデッレチンゲアーレ。チンゲアーレはイノシシ、パッパルデッレは平たく幅広な面のことを指すそうなのですが、今回提供されたものはラビオリの形状でした。この料理はトスカーナ州の郷土料理で、
このように応用されることもあるんだそうです。食後のコーヒーとデザートまでいただいて夜のお散歩へ。シニョーリア広場にある彫刻群。ヘラクレスとカークスやサビニの女たちの略奪など、16世紀に制作された著名な作品が展示されています。その中でもひときわ目立つブロンズ像ペルセウス。メデューサの頭を掲げるその姿は、当時のメディチ家の権力と統治の正当性を象徴しています。翌日はオリーブファームとピサの斜塔へ行きましたが、それはまた次回の動画でお届けします。そして向かっているのは、あの有名な像が展示されているアカデミア美術館。ミケランジェロの傑作ダビデ像が展示されています。高さ5メートルを超えるこの彫刻は、若き英雄ダビデが巨人ゴリアテとの戦いに挑む直前の緊張感を見事に表現しています。視線は敵を見据え、右手は力を抜いて垂らし、左肩には透析機。力強い精神力と完成度の高い人体表現が見事なルネサンス期の傑作です。アカデミア美術館はもともと美術学校と深く結びついた施設です。この部屋に並ぶ石膏像は完成作ではなく、かつて学生たちが形や人体表現を学ぶための教材でした。ここは名作を鑑賞する場であると同時に、芸術家を育てた学びの現場でもあったのです。その他、13世紀から15世紀頃のフィレンツェ派の宗教画、祭壇画、そしてメディチ家由来の楽器コレクションが展示されています。有名な観光地はとても人気があるので、早めにチケットの予約をした方がいいですよ。フィレンツェ大聖堂の工事が合石様式で始まったけど、最初の建築家が亡くなった後、工事が50年以上も中断された。で、その後建築が再開された時、フィレンツェの建築家たちが大聖堂のドームを合石様式で完成させたくなかった。なんでかというと、そのスタイルは魅力的じゃないと思ってたから。でも、合石様式で終わらせたくなかったせいで、まず新しい建設の仕組みを発明しなきゃいけなかった。で、それは新しいルネサンス様式の誕生のきっかけの一つにもなった。フィレンツェの象徴、サンタマリア・デル・フィオーレ大聖堂。ゴシック様式の壮大な聖堂に乗るのは、ブルネレスキが設計した革新的なクーポラ。15世紀、足場を使わずに完成させたこの巨大ドームは、ルネサンス建築の幕開けを告げました。中世と近代をつなぐ歴史的転換点を体現する建築です。
ドーム内部の大フレスコ画、最後の審判も見どころです。ちなみにこの大聖堂やジョットの鐘楼もまた上まで登ることが可能です。ただし、どちらもエレベーターがなく、400以上の階段を登らなければならないため、体力的にはかなり大変そうです。どちらかくらいは登ってみた方がいいのではないかと思うのですが、2人とも体力的に登りたくない心情の方が強く、この時は話題にさえ上がりませんでした。大聖堂を出てすぐ、人だかりのある建物、サンジョバンニ洗礼堂も有名です。3つのブロンズの扉があり、ゴシックからルネサンスへの様式変化を見ることができます。特に東門はミケランジェロが天国の門と称賛したとされています。かわいい。うまうまシニョーリアン広場に面する別教宮殿。かつてフィレンツェ共和国の聖庁舎として使われました。後にはメディチ家がピッティ宮殿へ移るまでの居城として統治の拠点となりました。現在は市庁舎として使用されています。昼下がりのフィレンツェ。穏やかな時が流れます。そんなにお腹空いてないと話していたのに、思ったよりがっつりなマークさんのステーキ。トスカーナ地方の名物料理だそうです。私も大満足なシーフードパスタで、この日も幸せなランチタイムを過ごしました。甘い時間も。ティラミス、ティラミスー、ティラミス。マークに日本語の発音が変だとよく言われていたのですが、現地に来てみると食べ物だけでなく、そういったことの違いも学ぶことができますよね。みんなテラスに座っているので、店内がとっても静かでした。しばらくアパートで休憩してお散歩。やっぱここからの眺めが好きかな。ミケランジェロ広場からの眺め見るのはマストだと思うけど。ここは静かで癒されるよね。やっぱ水辺に引っ越すかな。家から水辺を眺められて、外出てすぐカヤックとかサップできるところ。いやー、夏にはうるさいと思う。そう？住宅地ならそんなにうるさくないと思う。ここで皆さんにクイズ。この後私たちはサンタクローチ聖堂へ向かいます。その聖堂は著名な人物たちの墓があることで有名なのですが、そこで眠っている人物はこの中の誰でしょう？正解は A のミケランジェロ。ミケランジェロは若い頃、フィレンツェで学び、芸術家としての基礎を築きました。
その後はローマを中心に活動し、数々の傑作を生み出します。生涯を通じて都市を行き来しましたが、死後その遺体は故郷フィレンツェに運ばれ、サンタクローチェ聖堂に墓が設けられました。また、天文学者で物理学者のガリレオ・ガリレイの墓もここにあります。その他、政治思想家で哲学者、軍主論で知られるニッコロ・マキャベッリなど、サンタクローチェ聖堂は信仰の場でありながら、フィレンツェが誇る文化的アイデンティティの集積地でもあります。フレスコ画も見事ですよね。ぼーっと壁や天井を見ていると、だんだんと首が痛くなってくると同時に、気づいたら口がポカーンと開いてしまっているなんて経験ありませんか？私は終始そんな状態でした。マークは初日と同じくパッパルデッレ。ここのは平たく幅広なパスタでした。イノシシって意外と美味しいんですよね。ドイツでもレストランでよく提供されています。私はトリュフたっぷりのカルボナーラ。濃厚。本場でもお店によって少し異なりますが、卵の濃厚さは共通していますね。食後は美味しいデザートとコーヒー。マークがデザートは一つ頼んでシェアが普通じゃないというのですが、皆さんどう思いますか？私は一人で食べたいんですけど、マークがそれはロマンチックじゃないと。ルネサンス美術を代表する世界屈指の美術館、ウフィツィ美術館。元はメディチ家の行政施設として建てられ、後に一族の美術コレクションが公開されました。ボッティッチェリのヴィーナスの誕生をはじめ、レオナルドやラファエロの名作が並び、ルネサンス絵画の流れを時代順にたどることができます。ヴィーナスの誕生のそばには同じくボッティッチェリのプリマベーラ。構図の中心にはヴィーナス、そして右側には春を告げる西風の神ゼピュロスが樹木の聖クローリスを捉えています。そしてさらに左へ目をやると、クローリスは花の女神フローラへと姿を変えたという物語になっています。
毎日美味しいものを食べ、歴史ある芸術に心を動かされる。フィレンツェはローマとはまた違う落ち着いた雰囲気を持つ大人でロマンチックな街でした。ミニョンをいっぱい包んでもらい、次の目的地へ出発します。さて、フィレンツェの旅はここまで。次回は2日目に行っていたオリーブファームとピサの旅動画です。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チュース。